はい、皆さんこんにちは。今日の動画は短いですし、とても簡単な動画ではありますが、本当におすすめできる革手袋を見つけたので、これを紹介していきたいと思います。いつも200円ぐらいのゴワゴワの安い革手袋を使用していたのですが、やはりいい仕事をするならいい道具を使いたいということもあり、インスタグラムの方で視聴者さんたちに質問をしてみたところ、この革手袋がおすすめですという声が一番多かったので、実際に使ってみてこれは本当にいいなと思ったので、これから値段やどこで注文したかなどを詳しく紹介していこうと思います。こちらの革手袋なんですが、中尾産業という会社の革手袋になります。で、1層1080円でした。で、こちら会社からではなく個人からでも注文もできますし、1層からでも注文できるということなので、試しに使ってみたいという方なども自宅まで配達もしてくれるので、この革手は良ければ使ってみてください。で、この革手袋何がいいかと言いますと、本当に手にフィットしますし、結構熱にも強いですし、とてもティグの棒を送ることなどもしやすいです。それと、なんでロングの手袋なのかと言いますと、結構作業服が汚れるのが嫌なので、このロングだと袖が汚れないので、パイプに手を置いて棒を送る時などに袖が汚れないのでロングにしています。皆さんが実際に使っていてこの手袋よりもいいのあるよっていう声もありましたら教えていただけると嬉しいです。最初の値段はやはり1080円なので結構高めではありますが、本当にいい買い物をしたなと思いますし、僕はこれからもこの革手袋を使っていこうと思います。とりあえず今回は3層を注文しましたが、またなくなり次第この革手袋を注文しようと思っています。で、この革手袋なんですが、外は普通の柔らかめの革手袋みたいな感じなんですが、実際手の中はとてもツルツルの生地になっています。なのでとても手が動かせやすいです。このようにロングなので袖まで汚れないようにしっかりと保護されています。ただこちら値段が少し高いので、僕はアーク溶接や半自動溶接には使わないようにしようと思いました。で、溶接棒の方も今までの革手だと下に置いてあったら指で掴むことができなかったのですが、この革手袋だとすぐに掴むこともできますし、棒もこの動画のようにとても送りやすかったです。今までの革手があまり良くなかった分、この革手に変えてから本当に世界が変わったなと思います。結構今までの革手袋だと棒を送るのに少し力もいりましたので手がしんどくなっていたのですが、この革手袋だと全然そんなこともないです。ただどうしても電流が250の時などは小指の方が焦げてしまいますので、僕はこのカーボンクロスを使って指にこのように巻いて溶接をしています。低い電流の時は使わないので、高い電流の時だけこれをかぶせて溶接をしていきます。1000円なのですぐに買い替えれるような値段ではないので、高い電流の時はあのように指を守った方が焦げてすぐに使えなくなるということもないので、焦げないような工夫をしてから溶接をすることをお勧めします。はい、これでこちらの動画終わりますが、本当にいい手袋でしたので皆さんも良ければ使ってみてください。左下のアイコンをタップしてもらえるとチャンネル登録できますので、良ければよろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。